中卒のお前の代わりにケンブリッジ大卒のエリートを採用した。お前はクビだ。俺は中卒と言われながらも会社の業務は誰よりもこなしていた。それなのに学歴を重視する国立大卒の部長は俺をクビにしてケンブリッジ大卒を採用するという。そんな、あまりにも理不尽じゃないですか？はあ？理不尽？中卒のお前が国立大卒の俺様に立てつくこと自体が理不尽だろうが、目上の者を敬う心もない、いつも口答えしかできないこのクズが、お前の首は決定事項だ。さっさと荷物まとめて出ていけ。部長はそう言うと俺の肩を突き飛ばし、邪魔だ、どけと言い捨て立ち去った。俺の中で何かが切れた。そっちがその気なら俺にだって考えがある。見せてやるよ、中卒の本気をな。そして俺はある計画を実行するのだった。俺の名前は新藤大地。父親の仕事の都合で幼い頃からアメリカで暮らす時間が多かった。5歳でアメリカに移り住み、10歳の年に日本に戻ってきたが、中学生になると再び国外へ。と慌ただしい少年時代だった。日本語すらままならない幼少期の海外移住は大変だった。言葉が通じない理由はわからないし、相手が何を言っているのかもわからない。英語という存在がまず理解できなかった。それでも子供とは柔軟な思考を持っていて、身振り手振りでコミュニケーションを取ることができていた。ボディーランゲージが上達すると、口にしている英語との関連性をつかめられるようになっていった。そして次第に相手の言葉の意味がわかるようになっていったのである。しかし話すとなるとまた壁が立ちはだかる。耳で聞いて理解して復唱する。これも雰囲気で行っていたのだが、うまく発音できなかったり、似た音で全く違う単語を口にしてなぜか怒られたこともあった。後で聞くと相手をバカにした発言になっていたらしい。日本人学校に通ってはいたのだが、そこで学ぶ英語では日常生活に追いつけない。俺は隣近所に住む大人や同年代の子供の力を借りて独学で英語を身につけることになった。18歳を迎えると同時に父親の職場が再び日本へ戻った。その頃の俺は何の弊害もなく英語でコミュニケーションが取れるようになっており、旅行に来た日本人へのツアーガイドのアルバイトをしていたのだ。そんな状態で帰国した俺は大学へ行くよりも本格的に働いてみたいと思うようになっていた。自分の語学が人の役に立ち、おまけに収入が得られる。それならば今働かない理由はない。何か学びたいと思ったらその時大学に行けばいい。そう思って俺は社会人になると決めたのだ。アメリカに長期間滞在していたことと、資格を取るために受験した国際コミュニケーション英語能力テストの高得点のおかげで、大手出版社の翻訳部署に勤めることができた。アメリカにいた頃に見た雑誌の翻訳が回ってくることもあり、アメリカでの生活を懐かしみながら仕事をしていた。仕事内容は大きく分けて3つ。任された雑誌や本の翻訳をすることと、他の翻訳家が担当した文章の二次チェック、そして二次チェックが終わった後の三次チェックだ。ある日、俺は二次チェック中に翻訳ミスを発見した。原文では一文字違いの単語をそのまま誤訳してしまったのだろう。和訳しても似た意味の言葉だがニュアンスが異なる。ミステリー小説だったので、些細なミスが読者の誤認識につながりかねない。俺は赤字で修正し、チェックを進めていると、再び似たようなミスを見つけた。今回の書籍は翻訳部署の部長である七瀬さん自ら買って出たものだ。どうやら彼がこの作者のファンらしいのだ。しかし誤訳なんて頻繁に起こるもの。そのためにチェック要員がいるのだ。部長も疲れていただけだろう。特に気にすることもなく、俺は校閲後の原稿を七瀬さんに提出した。受け取った七瀬さんは顔を潜めている。なんだこの付箋は。誤訳の箇所です。必要であればこちらで修正して三次チェックに回しますのでご確認をお願いします。忙しいだろうから修正は自分が引き受けよう。そう思って言っただけなのだが、
七瀬さんは原稿を机に叩きつけた。何を偉そうに。俺がミスだと？進藤、お前、中卒のくせに。中卒のお前がこの国立大卒エリートの俺様のミスを修正だと？よくそんな口が聞けたな。なぜ怒っているのかがわからない。もともと怒りっぽい人なのは知っているが、何が彼の逆鱗に触れたのか全くわからなかった。むしろ彼の仕事をフォローしようとしているのだから褒められるとさえ思っていたのに。いいか？俺はお前と違って日本で最高峰の国立大学まで出てるんだよ。勤務歴も長く経験もある。そんな俺にお前はミスをしたと言っているんだな。とりあえず原稿を見ていただければと。七瀬さんは俺を立たせたまま付箋の箇所に目を通す。すると鼻で笑って再び原稿を叩きつける。念のため見てみたが、やはりお前の語学力は中学程度だな。何も間違っていないじゃないか。だって七瀬さんの翻訳だと H が抜けた単語の意味になりますよ。そんなものわざとに決まっているだろう。こちらの和訳の方が意味が伝わりやすいじゃないか。でもそうすると本来の文章の意図が。口答えするんじゃない。俺に逆らうのか？中卒で平社員のお前が。俺のやり方が気に食わないなら部署から出ていけ。俺はどうしていいか分からず黙って自席に戻った。周囲の人は誰も目を合わせようとしない。俺は何を間違えたのだろうか。アメリカにいた時、先輩でも先生であってもミスを指摘するとよく気づいてくれた、ありがとうと喜んでくれていた。言い方が悪かったのかもしれない。もしかすると日本でのコミュニケーションはアメリカよりももっと難易度が高いのだろうか。その日から七瀬さんからの風当たりが強くなった。俺に回ってくる仕事量が格段に減った。チェックの仕事も回ってこない。七瀬さん、俺手が空いてるので何か仕事があればおっしゃってくださいね。采配ミスかもしれないので部長にそれとなく伝えてみると睨まれた。何を言っている。君の仕事はあるだろうが。そう言うと大量の段ボール箱を指さす。これ全部シュレッダーかけておけ。なんだ、中卒にでもできる簡単な仕事だろうが。いや、でも俺の業務は翻訳で。うるさい。中卒のくせに口答えするのか。俺は驚いた。彼は先日の指摘の件を根に持っているのだ。シュレッダーだって大事な仕事だ。渡された仕事を完璧にこなしなさい。これ以上は話すつもりはないと片手であしらわれる。取り合ってもらえず、その日は諦めて席に戻る。すると隣の席の同僚が声をかけてきた。進藤さん、ちょっと。俺は君野さんと一緒に会社の自動販売機にお茶を買いに行った。進藤さん、よかったら俺の二次チェックお願いしてもいいですか？君野さん、いいんですか？はい、元の担当の人にも了承をもらっているし、むしろ今手一杯だからありがたがられました。そう言って原稿の入ったファイルを渡してくれたのは同期の君野太陽さんだ。年は同じで入社のタイミングも同じ。彼も帰国子女らしい。中学からは日本にいたらしいが、高校を卒業するとともに働いているらしい。俺の目から見ても語学堪能な優秀な人だ。何より誰よりも努力家な部分に好感が持てる。他の人から聞いたんですけど、七瀬部長って学歴で人を判断する思想が強いそうです。今時まだいるんですね、こういう人。呆れたように言う彼も入社当時は高卒と散々言われたらしい。この会社は学歴関係なく語学力を買ってくれるって聞いたのに、やっぱり避けられないんだなって思いました。そうだったんですね。俺の家、親父が体弱くて、俺が家計を支えないといけないんです。俺は大学出てないから少しできる英語で勝負するしかなくて、学歴がなくても武器があればやっていけるって思ったんですよね。でも高卒というだけで仕事も与えてもらえなかったりして、学歴って何なんでしょうね。
いい大学卒業したことが免罪符のようにまかり通っていて、そんなに大卒って偉いんですかね。彼も理不尽な扱いを受けてきたのだと思うとやるせない気持ちになる。どうして努力している人が学歴で見下されるのだろう。どうして高い学歴の人が自分のミスを棚に上げて威張れるのだろう。見返してやりましょうよ。学歴なんて関係ないってこと。確かに社会で働くためにどれだけ勉強しても悪いことはありませんし、自分の強みにはなります。でもいい学校に行ってないからダメな人間だっていう理屈は通りませんよ。俺は君野さんから受け取った原稿を明日までにチェックすると宣言した。そして忙しそうな人からもらえる仕事はもらっていこうと提案する。進藤さんがそう言うなら俺頑張るよ。君野さんはすでに頑張ってますけどね。そう言ってもらえると嬉しいです。じゃあ七瀬部長を見返すぐらい頑張りますね。それから俺たちは2人がかりで仕事をこなしていった。君野さんが業務課の人から引き受けた仕事を俺が振り分けスケジューリングをする。納期の3日前には提出できるよううまく作業を進めていった。1ヶ月後には部署全体に余裕が見られるようになり、営業部や印刷部署から称賛の声が上がった。部署内でも進藤と君野のおかげだと正当に評価してもらえた。七瀬さんを除いて。中卒と高卒が仲良しごっこってか。2人で一人前だなんて情けねえな。ふん、普段足を引っ張ってるんだもんな。これぐらいやってもらわないとな。こんな感じで俺たちの奮闘を認めようとしない。一度見下した手前引き下がれないのか、未だに差別しているのかわからないが、この様子だともうしばらく俺に直接仕事は回ってこないだろう。まあいい。仕事はできるんだ。それに部署内のみんなは認めてくれているし、やりがいある仕事も回してくれる。どちらが先に値を上げるか値比べをしてもいい。しかしその前に部長が先手を打ってきた。君野くん、桜会社から発注されていた件はいつ終わるんだい？ある日、七瀬さんは君野さんの席に直々にやってきて聞いた。君野さんは首をかしげている。それは1ヶ月後のちょうど今日が納期ですよね。再来週に提出する予定です。1ヶ月後？何を言っているんだ。納期は今日だぞ。はい？君野さんは目を丸くし工程表を確認する。いや、1ヶ月後って書いてますよ。ここにも七瀬部長からのメールにも。おや？その前のクライアントからのメールには今日の日付が書かれているが。横から覗き見ると確かに元のメールには今日の日付が書かれている。しかしそのメールを引用した七瀬さんのメールには1ヶ月後の日付が書いてあった。天気ミスか？おいおい、クライアントのメールも確認してなかったのか？これだから高卒は常識がなってない。いや違う、わざとだ。七瀬さんはわざと君野さんに間違えた日付を伝えていたんだ。とにかく今日中に納品してくれよ。大口契約なんだからな。そんな、今からじゃ無理です。だったら納品はどうするんだ？謝って済む問題か？そうだ、君が責任を取ってやめるしかないな。ちょっと待ってください。俺はたまらず席を立ち、君野さんを挟んで部長と対峙した。これ、そもそも七瀬さんが間違った日付を君野さんに伝えたのが悪いんですよね。確かに確認していなかった君野さんにも非はあるかもしれませんが、責任を取るのはあくまで七瀬さんだと思います。またお前は俺に口答えするのか？口答えじゃなく指摘しているんです。それが口答えって言うんだよ。これだから中卒は。中卒うるさいな。今は学歴なんて関係ないでしょう。俺はつい怒鳴ってしまった。先ほどの態度から一変、七瀬さんは声を荒げる。ほれ、中卒はすぐ切れる。バカの極みだな。目上の者を敬う心もないクズが。お前もやめるんだな。そんなのおかしいです。黙れ。
お前ら二人ともクビだ。莫大な損失と部署の風紀を乱したこと、上司の指示に従わない。いくらでも理由はあるぞ。そう言うなり、七瀬さんは内線でどこかに電話をかける。ああ、七瀬です。先日言った二人の社員の件ですがね。あ、そうなんですか。それはよかった。あ、はい。ではまた後ほど。嬉しそうに電話を切った七瀬さんは今度は上機嫌に俺たちに話しかける。ちょうどよかった。お前たち二人の穴を埋める人材の起用が決まったそうだ。ケンブリッジ大学を出ているエリート中のエリートだ。お前らも海外に住んでいた経歴があるとか言っていたが、所詮は日常会話だろう。入ってくる人は正しく語学を学び、使い方も社会人としてのルールも熟知している素晴らしい人物だ。お前ら2人分、いや10人分の働きをしてくれるさ。突然の報告に開いた口が塞がらない。これ幸いにと七瀬さんは続ける。高校や大学への受験もしていないクズが束になってもエリートにはかなわないんだよ。分かったらさっさと机を片付けろ。結局七瀬さんがあることないことを人事部に伝えており、俺たちは揃って解雇となった。最終出社の日、会社を出た俺に君野さんが頭を下げる。進藤さん、本当にすみませんでした。俺をかばったばかりに。謝らないでください。悪いのは七瀬さんと事実調査をしなかった会社です。君野さんは力なく笑った。俺、これからどうしよう。高卒の俺なんてすぐに雇ってくれるところ見つからないだろうし。君野さんはそう言うと遠くの空をうつろに見ていた。俺は決めた。今がその時だ。君野さん、もしよかったら俺に考えがあるので聞いてくれませんか？数日後、俺のスマートフォンに不在着信が10件以上通知されていた。数分目を離しただけなのにと同じ電話番号の羅列を眺めていると着信画面に切り替わる。俺はようやく応答した。お電話ありがとうございます。進藤。電話口に聞こえる声は懐かしくともなんともない七瀬さんからのものだった。お前、こんなことをしてただで済むと思うなよ。話が見えないのですが、まずご用件をおっしゃってください。クライアントが口を揃えて言いやがるんだ。お前がいないなら契約は切らせてもらうと。そうでしたか。でも俺をクビにしたのは七瀬さんですよね。問題はそこじゃない。お前の会社に依頼するなんて言ってるんだぞ。ええ、知っています。昨日契約の連絡をいくつか受けましたので。取引先を横取りするような真似しやがって。それはクライアントの意向ですよね。それに先ほども言いましたが、クビにしたのは七瀬さんでしょう。七瀬さんのせいでクビになった俺は小さな翻訳会社を立ち上げた。そして退職前に俺が独立することをクライアントの担当者たちに先んじて連絡しておいたのだ。七瀬さんを見返すために俺と君野さんはほとんどの二次チェック、三次チェックを担当していた。そんな2人が突然いなくなったものだから当然社内の業務は滞る。納期に間に合わないし、チェックが不十分な状態で納品せざるを得ない。例のケンブリッジ大学卒の社員も優秀であるとはいえ、慣れない業務で周りについていくので精一杯。特に専門用語には歯が立たないそうだ。そんな状況に不信感を抱いたクライアントから日々クレームの電話を受け続ける七瀬さん。そして信用が得られない会社に発注させられないと契約を切ったクライアントは俺の会社に連絡をくれたのだ。以前やり取りさせていただいた時にはスムーズで適切に翻訳してくれていたとお褒めの言葉とともに、もう一度一緒に仕事をと契約を打診してくれたのだ。どうして中卒のお前なんかのところに。俺の履歴書ってご覧になっていないんでしょうか？部長職のあなたが中卒だとおっしゃるのは日本に限った話だと思っていたのですが、どうやら違うようですね。どういう意味だ？俺もケンブリッジ大学を卒業しているんですよ。
飛び級ですし、日本での最終学歴は中学校なので間違いではありませんけれど。なんだと？電話口にカタカタとキーボードを叩く音が聞こえる。俺の履歴書を探しているのだろう。まあそんなことは関係ないんですよね。俺の肩書きだけで七瀬さんは中卒だと見下ろしてきてましたし。それは学歴だけを見てケンブリッジ大卒をクビにしてゲンブリッジ大卒を入社させるなんて滑稽ですね。あの時は笑いをこらえるのが必死でしたよ。お前。でも大事なことが分かったので感謝はしてますよ。大事なことだと？ええ、クライアントは学歴で取引することはないということです。彼らには俺の学歴は一切明かしていません。皆さん、俺の熱意と仕事の出来で信頼し評価してくださっているんです。そんな。これからも学歴が素晴らしい優秀な人材を揃えて頑張ってくださいね。アポイントの時間が迫っていますので、こちらで失礼いたします。それ以上七瀬さんの声が聞こえなくなったので遠慮なく切ることにした。新藤株式会社と名付けた翻訳会社が軌道に乗って少し経った頃、久々に父親と食事に行く機会があった。仕事で使ったことのある上品な日本料理店の個室で互いに酒を注ぎ合った。大地、考え直す気はないか？悪いけどこれっぽっちもないよ。頼む。うちにはお前が必要なんだ。頭を下げられても困るよ。お前が会社に戻ってきてくれないと実力のある人間が育ちそうにないんだ。そう、実は俺の父親は元いた会社の社長だ。俺が七瀬さんによってクビにさせられた時、父は海外出張に行って留守だったのだ。だいたい俺はクビになったの、父さんの会社の部長によってね。それは。戻ってきてって言うのなら、まずは部長の言いなりになった人事部たちと学歴主義の役員を何とかしてくれないと。父が直接悪いとは思っていないが、会社の責任は社長の責任。忙しくて内部事情を把握できなかったなんて言い訳にならない。父さんには本当に感謝しているよ。アメリカへ連れて行ってくれたことも、飛び級で大学受験を許してくれたことも、縁故入社にならないよう気遣ってくれたことも。でもこんな大きな会社で働くのは俺のスタイルには合わないって思ってたんだ。経験のある人から知識を得ることは大事だが、かっちりとした上下関係は性に合わない。今回俺がクビになったのは君野さんの話に割って入ったことだった。あんな理不尽を目にしたら相手が誰であろうと口を挟んでしまう。それで職を失うのなら俺はあの場にいたくない。だったら業務提携という形ならどうだ？業務提携？ああ、お前の会社もまだ知名度はないだろう。自社だけでは解決できない問題を協力し合うことで事業成長が図れるんじゃないか。それなら考えてもいいけれど、でもと俺はすかさず付け加える。条件はいくつかあるよ。俺は手帳にペンを走らせる。まず学歴や年齢だけで優劣をつけず能力主義の現場にすること。だからといって一見して能力がないと決めつけずに能力開花やスキルアップの機会を与えること。それと今回の原因になった七瀬さんの役職を剥奪すること。反省や努力の度合いによってはその後の待遇は考えるけれど、一度平社員に戻って視野を広げさせるべきだ。その他複数の条件を提示し、すべて飲んでもらうことになった。理不尽な要求は一切していない。おかしいと思う部分があれば指摘してほしいと伝えたが、父親からの反論はなかった。そしてもろもろの準備を済ませ、俺は正式にビジネスパートナーとなった。前に俺によくしてくれていた社員たちは喜んでくれたが、七瀬さんは気まずそうにしており、俺には一別もくれなかった。すると1週間足らずで自主退社したそうだ。噂によると俺が上の立場になったことに耐えられなかったのだとか。そういう世間体を気にする性格は治らなかったらしい。この前駅近くの道路工事で交通整備をしている七瀬さんを見かけました。複雑そうな顔で俺に報告したのは君野さんだ。
同業他社には就職できなかったのかもしれませんね。まあいろんな仕事を経験して学歴なんてそこまで誇れるものではないことを今度こそ理解してくれるといいんですが。俺たちは今新藤株式会社の社長室で話をしている。俺が会社を立ち上げた時、君野さんにぜひ副社長になってもらいたくて力を貸してもらったのだ。でもまだ信じられないです。俺が副社長なんて。現実味がないというか、恐れ多いというか。何言ってるんですか。うちは実力主義の会社ですよ。誰よりも努力のできる君野さんこそ上の立場になるべきです。現に今成功してるじゃないですか。君野さんのおかげですよ。ありがとうございます。そんなに恐縮しなくても。俺、親父がこの間退院したんで、久しぶりにみんなで旅行へ行くことにしたんです。これも新藤社長のおかげですよ。俺、なんてお礼をしたらいいのか。お礼を言うのはこっちですよ。君野さん、俺たちこれからも頑張りましょうね。はい。いつまでも腰の低い人だが、俺は彼がいたからこそ前の会社で力を発揮し自信をつけられた。仕事に学歴は関係ないなんて偏差値の高い大学を出た俺が言えたセリフではないのかもしれない。しかし真に尊敬されるべきはどんな境遇でも努力し結果を残す人だ。そこには学歴も家柄も関係ない。誰もがそう思える会社を俺はこれから作っていきたい。おっさん、あんたってほんとめでたいやつだよな。お前みたいなただ年だけ取ってるおっさんと誰が飲みたいんだよ。自分のこと買いかぶりすぎてない？ウケるんだけど。あははは。新人研修最終日、新人歓迎会が行われるという居酒屋で俺は一人、仲間たちが来るのを待ち続けていた。だが、時間になっても現れず、俺は電話口でこれでもかと馬鹿にされ続けたのだった。50歳という節目で転職した俺は、息子ほどの年齢の新人たちと一緒に研修を受けることになった。だが、常務の息子だという新入社員の神崎寛太は、研修中にもかかわらず、やりたい放題で、研修の邪魔ばかりしており、社員も困っていた。あまりの目に余る行為に、俺は思わず注意するものの、逆に目の敵にされたことにより、カンタから陰湿な嫌がらせを受けることになってしまった。周囲も見て見ぬふりで、完全に孤立してしまった俺は、研修が終わるまでの日々を指折り数えながら過ごしたのだった。おっさんがどうしてもって言うなら、そっち行ってやってもいいぜ。ただし、全部おっさんのおごりな。未来ある若者のために一肌脱いでくれよ。はっはっは。俺の中で何かが切れた。そっちがその気なら、俺にも考えがあるんだよ。今のうちに笑っておけばいいさ。俺はある信念を胸に秘めながら会社へと歩みを進めた。俺の名前は平井勝夫。社会人となり、四半世紀が経とうとしているアラフィフの中年男だ。大学を卒業してからは、ある会社で長いこと働いてきたが、ついに俺は転職することを決意し、先週の金曜日にささやかな退職祝いをしてもらったところだ。相当悩んだが、人生は一度きりだ。ここは思い切って挑戦しようと、体中の勇気を振り絞り、新たなスタートを切った。俺が第二のスタートとして選んだ職場は、文房具の代表格であるボールペンやシャープペンシルを製造していて、ボールペンの代名詞と言っても過言ではない大手の文具メーカーだ。最近の文房具ブームに伴い、書きやすさを追求し続けたボールペンは、とにかく書きやすいと、学生はもちろんのこと、文房具好きの間では定番となりつつある。そんな追い風もあってか、最近は新商品が続々と作られており、各地にある工場はどこもせわしなく稼働を続けている。そして今日は
俺の初出勤日であり、新人と同じ研修を受けることになっている。もちろん自分の子供と年齢が変わらないぐらいの若者たちと混じって研修を受けることに不安がないとは言えないが、久しぶりの高揚感と緊張感があり、俺は朝からそわそわと落ち着かなかったのだ。研修は本社で行われることになっていて、早速会議室に案内された。案の定、リクルートスーツに身を包んだ人たちがずらっと座っており、俺の鼓動は一気に速くなった。社長の挨拶から始まり、会社理念の説明、事業説明などを一通り聞いた後、グループごとに研修を受ける。自分たち大半の人間は本社配属になることが多いのだが、製造業ということもあり、各工場へ配属されることも珍しくない。工場では社員が先導に立ち、何をどれぐらい製造するのかということを事細かく決めていきながらラインを動かしていくため、とにかく経験を積みながら体で覚えていくほかない。そこに加えて一緒に働くパートさんや派遣社員のシフト管理も行わなければならない。パートの中には勤続十数年以上のベテランの人もいるので、人間関係を構築していくのがとにかく大変なのである。ライン工程によっては必然的にパートの人数も増えてくるため、パート同士の派閥もできてくる。当然辞めていく人も多いので、そのあたりも含めて何かしらのフォローにも入らなければならない。割と気を使うことが多い仕事なのだ。実際、仕事のプレッシャーに耐えきれず辞めていく人間を何度も見聞きしていた。ここにいる何人かもそういった道のりをたどっていくことになるのだろう。社員からの話を聞きながら、俺はそんなことを思い浮かべていた。そうは言っても、俺の頃とは打って変わり、随分と先進的になったこともある。時代は変わったなぁ、と考えに浸りつつ、時間はあっという間に過ぎていった。最初はお互い緊張していたが、少しずつ打ち解けられていくうちに、みんな気さくに話しかけてくれるようになり、俺のようなおっさんにも優しくしてくれることに感動を覚えた。だが、そんな中で一人、癖のある奴がいた。名前は神崎寛太といい、なんと常務の息子なのだという。最初はこの研修を盛り上げていこうぜ、という気合が満々の元気いっぱいな若者だな、という印象でしかなかったのだが、会話のやりとりを聞いていると、やたら目につく言動が多いのだ。おい、そこのお前、俺の弁当も取ってこいよ。わかったよ。今日もちょっと気弱そうな男子に目をつけ、お役目を押し付けたところで、カンタは満足そうにタバコに火をつけた。ちょっと、ここは禁煙だよ。そう社員が注意するも、カンタはまるで気に留めることもなく、社員を睨みつけながら言う。俺は将来が約束されている人間なんで。それを聞かされると社員もそれ以上何も言えず、周囲も見て見ぬふりをしていた。それがさらに彼の行為を助長させていったようで、その後も同じ班の人間を駒使いのように扱ったり、研修中も社員の説明の合間にヤジを飛ばしたりとやりたい放題に振る舞っていった。これはあまりにもひどすぎる。そう思った俺は年長者らしく彼に注意をした。神崎くん、君の態度、私から見ていると決して好ましいとは言えないな。するとカンタはギリッと目を向き、はぁ？何言ってんだ、おっさん。私はおっさんという名前じゃない。平井勝夫と言うんだ。へへ、あの勝夫くんと同じ名前なんですね。ウケる。ニヤニヤしてはいるものの、目の奥は全く笑っていなかった。自分に歯向かう奴は許さないという思いがひしひしと伝わってくる。これは一筋縄ではいかないだろうと思っていたが、私の名前をいじる分には構わないが、
他の人や社員さんたちを困らせるようなことはしないでほしい。君はここに仕事をしに来ているんだろ？彼らは君のお手伝いさんじゃないんだ。自分のことは自分でするべきだよ。するとカンタは近くの椅子を思いっきり蹴り上げた。周囲も何事かと視線を向けてくる。この中で一番年上だからって調子乗んなよ、おっさん。俺のこと誰だかわかってる？親父はね、ここの常務なんだよ。親父にかかればな。お前一人ぐらいどうにかできちゃうんだよ。その辺わかってる？そう言ってカンタは怒りが収まらないまま会議室を出て行ってしまった。周りは心配そうに俺を見ている。俺はみんなに向けて明るく振る舞った。騒がせちゃってごめんね。俺は大丈夫だから安心して。そう言ったものの、彼らは明らかに不安そうな目を向けている。俺の胸には一抹の不安がよぎった。案の定、カンタから目の敵にされたらしく、俺への嫌がらせが始まった。俺の研修資料だけがビリビリに破かれたり、支給された弁当をわざと落とされたりするのは序の口で、グループワークでも俺が発言するのを邪魔したりするなど、まるで子供じみているものばかり。そうは言っても、カンタは常務の息子だ。社員さえも完全に手を出せない様子に、同期たちもカンタを恐れ、俺への嫌がらせを止めるどころか、見て見ぬふりをするようになっていった。俺と口を聞くだけでも、次の標的は自分になるかもしれない。そんな空気をみんな感じ取ったのか、次第に俺に話しかける仲間は皆無になっていった。俺は悔しかった。久しぶりに新人時代を思い出しつつ、同じ釜の飯を食う仲間がいることの嬉しさで、俺は転職してよかったと心から思っていた。なのに、たまたま会社の役員の息子だからという理由で好き勝手振る舞い、自分の目の敵となったやつを容赦なくこき下ろす。まさかこの年齢になって、そんなやつに振り回されるとは夢にも思わなかった。楽しい研修が一気に暗黒の時間と化す。毎朝起きるたびに指折り数え、背中を丸めながら本社に通う。あと少しで研修が終わる。それまでの我慢だ。こうして一人寂しく研修をこなしていき、誰一人と会話することがないまま研修最終日を迎えた。おい、おっさん。明日、新人歓迎会やるから、速攻店の予約取っとけよ。いいか？外れの店選んだら承知しねえからな。すべての研修が終わり、帰ろうとしていたところへカンタがやってきて、いきなりこう言い放ったのだ。歓迎会？ずいぶん突然だが、みんなは出るって。せめて最後ぐらい、役立たずにも役割を与えてやってんだからよ。文句言うなよ。俺の疑問を遮り、強引にお店の予約を押し付けてきた。こちらの都合もお構いなしで、本当に自分勝手なやつなんだとしみじみと思い知る。ひとまずスマホを取り出し、近くの居酒屋を検索し、口コミや評価がそこそこいいお店を見つけたので、電話で予約ができないかを聞いた。前日ということもあり、突然の予約なので、断られるかと思ったが、店員さんは快く予約を受け付けてくれた。電話の感じもとても良かったし、飲み放題もついて料理もよりどりみどりだ。きっとカンタや同期たちも喜んでくれるだろう。それなのに、あんなことになるなんて。歓迎会の日がやってきた。俺は時間通りに予約した店に向かった。受付の店員に予約した自分の名前と時間を伝え、奥の大きい座敷に通された。まだ一人も来ていないようだ。俺は部屋に上がり、ようやくほっと胸をなで下ろした。ようやく研修が終わった。
こんな惨めな時間を過ごすのもあと少しの辛抱だ。そうして俺は今か今かと苦楽を共にした仲間たちが来るのを待っていたのだが、30分経っても1時間経っても誰一人現れない。これはおかしいぞ。俺はスマホをタップし、カンタに電話をかける。もしもし？何？もしもし？平井だが、始まる時間になっても誰一人来ないぞ。どういうことなんだ？すると、カンタは電話越しにケラケラと笑いながら、おっさん、あんたってほんとめでたいやつだよな。お前みたいなただ年だけ取ってるおっさんと誰が飲みたいんだよ。自分のこと買いかぶりすぎてない？ウケるんだけど。あははは。すると電話口から複数の笑い声が聞こえてくる。きっとカンタに乗せられ、この件に加担した人間が何人かいるのだろう。もしかして歓迎会なんて最初からなかったということか？君は私に嘘をついたのか？ああ、そうだよ。あまりにもかわいそうなことしちゃったから、せめてやる予定のない歓迎会の予約ぐらいは取ってもらおうかな。なんつってな。おっさんにぴったりな役目だろ。バカにするには悪質すぎるカンタの所業に、俺は堪忍袋の尾が切れそうになっている。あ、でも、おっさんが全部おごってくれるって言うんだったら、今からみんなで行ってやってもいいよ。俺たちよりかは金あるんだろう？それぐらいなんてことないよな。カンタのこの発言により、怒りが最高潮に達していた俺は、ぐっと耐えながら、そうか、今回のことで、君がどんな人間なのかがよーくわかった。君が私に対してそういう考えならば、私にだって考えがあるよ。すると、周りにいた何人かの声が重なり、ざわざわした音が耳に入ってくる。考えって何？ただのおっさんに何ができるんだよ。バカじゃねえの？カンタは随分と調子に乗ったようだ。この後も随分と俺に対して見下した態度や発言をたくさんお見舞いしてくれた。俺は彼からの言動を受け流しながら明日すべきことをじっくり考えていた。翌日になり、本社では大騒動が起きていた。これってどういうこと？何があったの？何か聞いてる？いや、私聞いてないけど。本社1階の掲示板の前では新人が大騒ぎしており、騒ぎを聞きつけた社員たちでごった返していた。掲示板には、今年度新入社員の内定取り消しについてという書き出しから始まり、その内容と理由がつらつらと綴られている。何これ？はあ？どういうことだよ。平井さんは聞いてたんですか？だが俺はその質問に答えることなく腕を組みながらただ不思議な気持ちで静観しているだけ。するとそこへカンタが息せき切ってやってきた。掲示板をじっと見るなり、彼のこめかみから青筋が立ち始めた。おい、どういうことだよ。そういうなり、カンタは俺を見つけるなり早速掴みかかってきた。なんであんたに人事部長の内示が出てるんだよ。もしかしてお前、手を回したのか？半分青ざめつつ、意地悪そうに口角を上げながら俺に詰め寄る。いいよ。俺は最初から人事部長として呼ばれていたんだよ。カンタの顔はさらに真っ青になっていった。ここに来る前のこと。俺は以前、全国に展開する有名雑貨メーカーにおり、様々な部署を渡り歩いた後、退職するまでの十数年間は人事課長として仕事をしてきた。俺が入社したての頃は、アメカジブームが巻き起こり、明るく派手なデザインの雑貨が人気となっていた。
我が社はそういったアメカジ系雑貨やキャラクター雑貨などを中心に開発を手掛けていたこともあり、莫大な売り上げを誇っていたのだが、当時の役員が不祥事を起こしたことをきっかけに、風向きが一気に変わってしまった。当時、人事係長だった俺には、この上ない負担が押し寄せてきた。だが、俺の中には、人事の人間として揺るぎない信念があった。ここにいる社員一人たりとも辞めさせることをしてはならない。会社は社員の頑張りによって支えられている。その頑張りが報われるような風通しのいい会社へと変わっていかなければならない。そこで俺をはじめとする中間管理職で声を掛け合いながら至らない点を洗い出し、できるところから変革していこうと様々なアイディアを出していった。今までの古臭いイメージを一新し、できる限り若い社員の声を取り入れながら、働きやすい環境や福利厚生を可能な限り整えていった。そんな小さいことからコツコツとを積み重ねていった結果、なんと不祥事が起こる前と比べて休職率や離職率がぐんと下がっていったのだった。モチベーションが上がり、少しずつ社員の笑顔が見られるようになっていった。そういう雰囲気はおのずと伝わるもので、取引してくれる会社も増えていった。ある日、ある一人の社員が、絵が得意な社員を募って自社のキャラクターを作るのはどうかとの案が出され、早速コンペ形式によるキャラクター制作プロジェクトが立ち上がることとなった。このプロジェクトは立場に関係なく、興味のある社員なら誰でも参加できる。プロジェクトが刺激となったのか、社員一人一人も活気に満ち溢れてきており、コツコツ積み上げた頑張りが実を結び始めたことも相まって、売り上げは右肩上がりとなっていった。今ではオリジナルキャラクターが大人気となり、テレビや雑誌でも取り上げられるほどの知名度となったことで、さらに注目が集まるようになった。雑貨の中でも一番人気なのが文房具で、いくつかの文具メーカーとも取引をしていた。当然うちの会社も取引先の一つで、社長は節目には必ず足を運び、挨拶がてら雑談を交わしていく。すると、その話の流れで、俺の実績を聞かされたらしい社長は、ルンルンと目を輝かせながら、俺をヘッドハンティングしてきたという次第である。しかし、人事部長の肩書きまで一緒についてくるとは思ってもみなかったが、その話を聞かされたカンタは慌てふためきながらも、でも、研修受けてたし、部長が研修なんて受けないでしょ？そりゃあ人事部長として新人の様子を見たかったのもあるけれど、私はここの会社を何一つ知らないものでね。いいタイミングだからみんなと一緒に社内の様子を見てみたかったんだ。そう言って俺は笑いながら続けた。やっぱり人間はいくつになっても未経験のことにはワクワクするもんなんだよ。だがな、今回のことは想定外だった。まさか君からここまで陰湿な嫌がらせを受けるなんてね。結果的に昨日の居酒屋さんには申し訳ないことをしてしまったよ。するとカンタはプルプル震えながら何かを言おうと口を開いた。その時だった。おい、平井はどこだ？頭部がやけに光った小太りの中年男性がカンカンに怒りながらやってきた。カンタの父親こと神崎常務である。平井は私ですが、私は毅然とした表情で前に出た。場内は今までにない緊迫した空気が流れている。おい、息子が内定取り消しとはどういうことだ？顔を真っ赤にしながら掴みかからんとするその表情は、常務というより父親の顔である。常務、お初にお目にかかります。この度、人事部長として迎え入れていただきました。平井です。そんなこと言われなくてもわかってる。それよりもどういうことなんだ？息子からはお前から執拗な嫌がらせを受けたと聞いている。
お前は職権乱用で息子を切り捨てたんだ。そんな奴が人事部長なんて、俺は認めんぞ。だが、私は取り乱すことなく、極めて冷静にあるものを差し出した。そうでしたか。それでは私からも一つ。こちらが昨日の居酒屋のキャンセル料金の領収書となっております。こちら全額常務にお支払いいただきたい。だが常務は受け取るどころかそれを払いのけ。ふざけるな。証拠はあるのか？証拠は。はい。そう言って俺はスマホを取り出し、あるものをタップした。スマホから流れているのは、前日のあの居酒屋をばっくれた際のカンタとの会話内容である。会話が進むたびに周囲の顔色が変わり始める。録音が終わり、カンタは思わずつぶやく。おい、盗聴かよ。信じられねえおっさんだな。本当だ。君は人事の人間として最低なことをしている自覚はないのか。同じ顔が揃って息巻いている。だが俺はどこ吹く風だ。いいえ、息子さんの所業の方が最低だと私は思いますが。なんだと？常務がおっしゃったように、こちらは証拠を提示しましたので、お支払いを。お前！カンタが鋭い眼差しを向けた、その時だった。おい、どうしたんだ？ずいぶん騒がしいぞ。社長！常務が慌てふためいている。おい、君たちも何をしているんだ？早く仕事に戻りなさい。すると、それまで野じ馬のように見ているだけだった社員たちが一目散に去っていく。その場には新人と私たちが取り残され、社長が険しい顔で私たちを見渡している。社長、こちらの平井という新人が息子のことで根も葉もないことを言ってきたので反論していたところなんです。ほう。では私もその反論を聞こうじゃないか。社長が真剣な顔で俺に向き合った。その後ろには常務とカンタが味方を得たかのようにニヤニヤとした表情を浮かべている。俺は終始落ち着いた口調のまま切り出した。はい。こちらの神崎常務は前の人事課長の弱みを握り、それを暴露しない代わりに自分の息子を入社させるよう脅しをかけたんです。すると新人たちがざわつき出し、カンタの顔がまた真っ青になる。常務が慌てて反論してきた。社長、彼の話はデタラメです。証拠もないのにそんなことを。それだけではありません。おい、話を慎むんだ。うるさいぞ、神崎くん。よく響く低い声で社長は常務を一括した。常務はあっけに取られた顔をしていて、カンタもビクッと体を震わせた。ですが社長。平井くん、続けるんだ。はい。そして私は淡々と今までの常務の悪行をつらつらと述べ続けた。以上のことから私は人事部長として常務の今までの行いを静観することができませんでした。そして私は社長に対して深く頭を下げた。社長は一つため息をついて、ありがとう、平井くん。そう言って社長は私を心からねぎらう様子を見せたのだ。社長、彼の話を信じるんですか？こんな根も葉もない話を。ああ、君の数々の行いはなんとなく噂で聞いていたからね。やっぱりかと思ったよ。すると常務は膝から崩れ落ち、おえつした。カンタもこの世の終わりのような顔を浮かべている。社長は私のそばに近寄り、左肩に手を置いた。その後の常務だが、本来ならば懲戒解雇となるところを、社長の多大なる温情により役員降格となり、平社員となった。彼の所業は社内に広く知れ渡ることとなり、あっという間に
窓際に追いやられてしまった上、部署内では腫れ物扱いされていたらしい。だが、長いこと常務として選ぶってきた習慣は抜けなかったらしく、気弱そうな社員をターゲットにしては、こそこそとパワハラまがいの行為をするようになっていった。だが、相手方から非道な行為を訴えられたことにより、彼は懲戒解雇となった。退職金も出なかったため、今は苦しい生活をしているらしい。すでに辞めていた息子も、風の噂によると、電車内での迷惑行為を起こしたことで警察の厄介となってしまい、行方知らずらしい。まったく、とんだ親子に振り回されたものだ。そして、今回の一件で入社取り消しとなった新入社員たちだったが、研修中の俺に対する非情な行為は、カンタが中心となって行われており、常務の息子だからゆえに逆らうことができなかったのだろうという見解で、会社としては結論を出したらしい。そして心から反省し、ここで再び働きたいと志望した者に限り採用するということで話がまとまった。一連の騒動もようやく区切りがつき、俺は早速人事部長として早急にやるべきことを提案していった。今日はその一環として自ら部署を回り、社員の困りごとに耳を傾けていくことになっている。俺の役割は社員一人一人の意見が尊重され、風通しのいい会社づくりを進めていくことなのだから。社会に出ていくというのはそれなりの苦労を伴うものだ。自分の立場に甘んじ、周りを思いやれない人間にいい仕事などできるはずはない。人間関係を構築していくことはたやすいことではないが、そういうことを肌身で感じることによって、人というのはお互いに優しくなれるのだと長年仕事をしてきて感じている。これからもそんな人たちの頑張りを縁の下から支えられるよう、できることから頑張っていきたい。先輩は高卒であんまり仕事では役に立てないからさ、雑用を全部引き受けてくれてるんだ。資料を集めてきたりとか、コピー取ってきてくれたりとか、ぶっちゃけ給料泥棒って感じっすね。へえ、おかしい。東大卒の年下、紀藤が合コンで俺を見下し続ける。俺を見る女性たちの目は、紀藤を見るときと全然違って冷えていた。クスクスと俺をあざける彼女たちに、拳を強く握る。分かってはいたけど、と内心でため息をつく。だから合コンには行きたくなかったんだ。そして、一次会がお開きになり、ひっそりと帰ろうとすると、参加者の中で一番の美女が、俺の服の袖をつかみ、上目遣いで言った。二人で抜け出しませんか？え？この後、俺と彼女の運命は大きく交わることになる。俺の名前は、秋元勲。大手の調理器具製造会社、ランブの企画部で働いている。顧客がどのような調理器具を所望しているのかなどを調査し、新商品として提案するのが主な仕事だ。だけど俺は、それをほとんどしていない。朝早くに来て部署内の掃除をしたり、資料を整理したり、同じ部署の人にお茶を汲んだり、コピーを取ってきたり、頼まれた資料を集めたり、そういった雑用を日々の業務としている。秋元先輩、この資料のコピーをお願いします。後輩の紀藤からそう頼まれて、俺ははいはいと軽く返事をして資料を受け取った。紀藤はへらりと笑う。いやー、助かります。秋元先輩が雑用を引き受けてくれるので。なんたって俺は東大出身のエリートで将来を期待されているせいか、たくさん仕事を抱えているんですよね。こういう雑事に時間を割くのがもったいないぐらいなんで。そうかい。ならいつでも俺を頼ってくれよ。はい。高卒の先輩はこれぐらいでしか会社の役に立てませんもんね。悪気があるんだかないんだか。紀藤は笑顔でそう言った。彼は大卒か高卒か。大卒にしても、どの大学を卒業したのかをひどく気にする性格だった。まあ人間なんて、ほとんど彼のようなものだ。相手の肩書きで態度を変える。
親が社長だとか、海外の有名な大学を卒業したと知れば、目の色を変えてすり寄ってくる。逆に、俺のように高卒だとわかれば、こんな風に無下に扱うことに何の遠慮もなくなる。そんなことを考えながら、紀藤に頼まれた資料をコピーして渡す。それから、ぐるりと部署内を見回す。社員の集中力が切れかかっている。そろそろ、コーヒーでも入れて回った方が良さそうだ。そう判断して、給湯室に向かい、人数分のコーヒーを用意して配って歩く。はい、夏目部長。ああ、いつもありがとう。最後に部長の席にコーヒーを置くと、お礼を言われた。そのまま部長は、俺の顔を真剣な表情でじっと見る。秋元くん、君は今いくつだっけ？28歳ですが。独身だったな。恋人はいないのか？気になる人は？いきなりどうしました？いませんよ、そんな人。軽く笑って流そうとしたが、部長は俺を見たまま腕を組む。30も目前にして、恋人は愚か好きな人もいないのか？将来のことは考えているのか？もしかして結婚の話ですか？はは、部長、今時30手前で独身恋人なしなんて普通ですって。それに私は恋人なんて作ったってしょうがないですから。しょうがないなんてことはないだろう。よし、決めた。合コンを開くから参加しなさい。合コン？思わず声を上げてしまったせいで、社員がちらりとこちらを見る。特に食いついた様子なのが紀藤だった。パッと立ち上がると、こちらに駆け寄ってくる。部長、合コンするんですか？相手は？そうだな。子会社の白井カンパニーの子に声をかけてみようかと思っているが。白井カンパニーですか？あそこの子可愛い子が多いんですよね。楽しみだな。紀藤くん、君を呼ぶとは言っていないが。部長の言葉を、紀藤はさっぱり聞いていない様子だった。部長がため息をつく。それから、俺に視線を戻した。そういうわけだ。日時と場所は追って連絡する。決定ですか？私そういうのは本当に。君が来ないなら合コンは中止だ。その言葉は耳に入ったのか、紀藤が俺にすがってくる。先輩、来てくださいよ。お願いします。調子がいいなとは思ったが、こう言われると断る気にもなれない。俺はうなずくしかなかった。合コン当日、夏目部長と紀藤と一緒に、俺は白井カンパニーの近くにあるバーに来ていた。部長が白井カンパニーの人と相談をする際によく使う店らしい。内装はおしゃれで女性が喜びそうだと思った。俺たちが到着して間もなく女性が3人現れた。ごめん、待たせましたか？いや、今来たばかりですから大丈夫です。先頭の女性と部長が会話を交わした後、俺たちの対面の席に女性たちが座る。隣の紀藤がほーと簡単の息を漏らした。その気持ちはよくわかる。3人とも美人だった。服装やメイク、髪型は派手すぎず清楚で第一印象がとてもいい。中でもとりわけ俺の目を引いたのがちょうど俺の正面に座った女性だった。あどけないような可愛らしさを残した面立ちと少しつり目がちなところがひどく俺の心を引きつける。ふと彼女と目が合い、慌てて下を見た。心臓が驚くほど音を立てている。初対面の人にこんな感情を持つなんて初めてだった。顔だけで決めるなんて、肩書きで態度を変える人たちと変わらないじゃないかと、己を戒める。自己紹介で目の前の女性が、日高アリスという名前だと知った。3人とも白井カンパニーの企画部に所属しているらしい。実は、うちの部長が夏目部長を狙ってるんですよ。だから合コンのお誘いを受けて張り切ってるんです。アリスさんとその隣に座るセリさんがそう言って、ちらりと部長たちを見る。アリスさんの部長は確かに夏目部長に積極的に話しかけていた。もともと仲がいいらしく、2人で盛り上がっている。だから、あの2人はほっといて、私たちは私たちで盛り上がりましょう。馬に蹴られたくありませんしね。茶目っ気たっぷりに言うアリスさんは、とても愛らしかった。が、
同じことを紀藤も思っているらしい。会話が始まると、紀藤は早速自分の自慢話を始めた。紀藤さんって東大出身なんですか？すごーい。そうでもないよ。まあ、会社から期待を寄せられている感じはすごくするけどね。おかげで毎日大変。プレッシャーにも負けられないしさ。強いんですね、紀藤さん。ああ、でも先輩のおかげでもあるんだよ。先輩は高卒で、あんまり企画部としての仕事では役に立てないからさ。雑用を全部引き受けてくれてるんだ。資料を集めてきたりとか、コピー取ってきてくれたりとか。へえ。俺を見る女性二人の目は、紀藤を見るときと全然違って冷えていた。わかってはいたけど、と内心でため息をつく。だけど、アリスさんにそんな目をされるのは少し答えた。するとそこで、アリスさんの部長が立ち上がった。すみません。ちょっとお手洗いに。すると、アリスさんたちも申し合わせていたかのようについていく。女性たちがいなくなると、席がしんと静まり返った。紀藤が俺の脇をつく。アリスちゃん可愛いですね。ああ、そうだな。俺、アリスちゃん狙いで行きます。だから先輩、邪魔しないでくださいね。紀藤は本気のようで、俺を睨んでいた。だから、はははと、乾いた笑いを浮かべてみせた。そもそも俺は、恋人なんていらないって言ってるだろ。それもそうでしたね。それに高卒の先輩なんて、アリスさんどころか誰も相手にしませんよね。最後の一言のせいで、どっと疲れが押し寄せてきた。リフレッシュしようと、俺も手洗いに向かう。その時、かしましい声が女性用トイレから聞こえてきた。アリスさんたちだと気がつく。部長、アプローチどうですか？いけてると思う。やっとプライベートの連絡先交換できたし。やるじゃないですか。きっともう一押しですよ。恋バナに花を咲かせる彼女たちを微笑ましく思う。ところで、あなたたちはどうなの？秋元さんはなしですね。すっぱりと一刀両断したその声は、アリスさんだった。全然喋らないし、目があったらすぐそらすし、人に興味ないのがバレバレです。人数合わせで呼ばれただけじゃないですか？それに仕事でも雑用しかこなしてないって言ってたし、窓際社員ですよ。あれ、狙うならエリート街道まっしぐらの紀藤さんだよね、セリ？だよね。高卒だって言ってたし、足元がぐらりと揺れたような気がした。が、拳を握りしめて耐える。何をそんなに心乱されている。彼女が少し俺好みの容姿をしていた。ただそれだけだ。俺に恋人なんて不要なんだ。まだ話を続けている彼女たちよりも先に席に戻った。女性たちが戻ってきたところで、紀藤が席替えを提案する。いいですよ。じゃあ紀藤くんと部長が交代しましょうか。そんなアリスさんの言葉で、俺と夏目部長の間にアリスさんの部長が座り、アリスさんとセリさんとの間には紀藤が座った。紀藤はここぞと言わんばかりにアリスさんに話しかけていた。好きな食べ物は何か、休日は何をして過ごしているか、仕事の様子はどうかなど、アリスさんも時々セリさんに話を振りながらも楽しそうに受け答えしていた。部長は部長で、アリスさんの部長と会話に花を咲かせている。いたたまれない俺は黙ってお酒を飲み続けた。バーを出た頃にはすっかり夜中になっていた。予定では30分前に終わるはずだったのが、夏目部長と紀藤が女性たちとの話に盛り上がってしまったから、こんな時間になってしまった。二次会しましょう。突然紀藤がそう提案した。それに女性たちがいいですねと乗る。すみませんが、俺はこれで失礼します。俺はそう言って去ろうとした。が、そんな俺の袖が小さく引っ張られる。振り向くと、アリスさんだった。私、もっとイサオさんとお話ししたいんですけど。上目遣いにそう言われて、ドキリと心臓が音を立てる。が、待て待てと自分を落ち着かせる。トイレであんなに俺のことを酷評していたくせに、俺ともっと話したいとは、どういうことだ？何か企んでいるのではないか？紀藤と結託している可能性もある。イサオ様。
憶測を巡らせていると、道路から俺を呼ぶ声が聞こえた。聞き覚えのありすぎる声に、ぎょっとしてそちらを見る。山鳥、なぜここに？もちろん、イサオ様をお迎えに。シワ一つないスーツを着こなす山鳥は、一目見ただけで、高級だとわかる黒い車の傍らで、うやうやしく俺に頭を下げた。来るなと言っておいただろう。しかし、お帰りがあまりにも遅いので。先輩、そちらは？キトーが戸惑ったような声を出す。すると、山鳥は俺を差し置いて、そっちに向かってお辞儀をした。私は山鳥。イサオ様の運転手を務めさせていただいております。運転手？イサオ様？何ですかこれ？先輩何者なんですか？おや、ご存知ありませんでしたか？イサオ様は、乱舞の社長のご子息でございますが。その言葉に、キトーたちが、と声を上げる。すぐに、頬を蒸気させたセリさんがこちらに駆け寄ってきた。その途中で、肩でアリスさんを押しのけたことは、眼中にない様子だ。私、最初からあなたって素敵だなって思ってました。食い気味に詰め寄ってくるセリさんに、思わず頭が痛くなる。視界に、よろけたものの、なんとか踏ん張ったアリスさんが映った。彼女は、俺とセリさんを睨んでいる。そんな彼女のもとにキトーが近づく。大丈夫か、アリスちゃん。あの二人、いい感じだし、ほっといて俺と二次会に。アリスさんの肩にそっと触れるキトーだったが、その手は勢いよく跳ねのけられた。驚いたキトーが目を丸くする。触らないで。私は秋元さんと仲良くなりたいと思っていたの。なのにあなたがしつこく話しかけるから、話す時間が全く取れなかったじゃない。わざとか知らないけど、秋元さんのことを落とすような話ばかりする人なんて願い下げよ。激高するアリスさんに、キトーはたじろいだ。俺に詰め寄っていたセリも、彼女の方をほうけたような顔で見ている。その隙に、俺は逃げ出した。イサオ様と、山鳥の焦る声が聞こえるが、無視だ。暗い夜道をあてもなくかけた。おかげで、自分が今どこにいるのか、さっぱりわからない。まあ、スマホがあるから、家には帰れると高をくくり、俺は目の前の公園に入り、ベンチに腰掛けた。探索して、夜空を見上げる。曇りのせいか、星は見えず、月だけが、雲の隙間からこうこうと輝いている。ふと、誰かが走ってくる足音が聞こえた。アリスさんだった。走ってきたからか、息は荒く、汗が額から流れている。いた、秋元さん。ふわりと、彼女からいい香りがした。直後、なぜだか泣き出したいような、心を刺すような切ない気持ちにとらわれる。秋元さん、気分悪いの？アリスさんが顔を覗き込んできたから、慌てて視線をそらす。なんで追いかけてきたんだ？そこまでして、社長霊則と懇意になりたいのか？彼女を見ないまま、そう言葉を吐き出した。アリスさんは何も言わず、俺の隣に腰をかけた。彼女からは、まだいい香りはするものの、慣れたのか、もう悲しい気持ちにはならなかった。セリさんの態度見ただろう。俺が社長霊則と分かった途端にあれだ。彼女のような人間を、俺は5万と見てきた。だから、自分が社長霊則だっていうことは、周りに隠してるんだ。うんざりだからな。肩書きしか見ずに近寄ってくるやつなんて。相変わらず、アリスさんは何も言ってこなかった。不審に思って顔を上げると、彼女としっかりと目が合う。なぜか、視線をそらせなかった。彼女は怒ると同時に、悲しんでいるような、何とも言えない目をしていた。それは、俺の心の奥底までをも見透かしているようで、ぞっくりと背筋が震える。こんなことを言っても信じてもらえないかもしれないけど、私は本当に、初めから秋元さんと仲良くなりたいと思ってた。嘘ばっかり。俺はなしなんだろ。全然喋らない。目があったらすぐそらす。人に興味ないのがバレバレの窓際社員なんだから。あら、聞いてたの？アリスさんは罰が悪そうに頬をかいた。あれはね、セリの狙いから秋元さんをそらせようと思って言ったの。
ライバルは少ないに越したことないし、でも傷つけたよね。ごめんね。目の前で手を合わせたアリスさんは、ちらりと俺を伺うようにして見上げる。その仕草に愛らしさを覚えてしまった時点で、俺の負けだった。ふーと深く息を吐く。ふと、この公園に既視感を覚えた。そのせいか、昔のことを思い出して、ちくりと心が痛む。そのせいだろうか。彼女に自分の胸の内をさらけ出してしまったのは、社長霊則だって隠してる理由、本当はもう一つあってな。俺は昔から付き合う人間をすべて親に管理されてきた。やれあの子は家柄が良くないだの、片親しかいないからだの、そういう理由で。仲良くしていた子と引き離されるごとに傷ついていたけど、契機になったのは、あの子と引き離された時だったな。あの子？アリスさんが首をかしげた。小学生の頃、偶然帰り道の公園で出会った女の子だ。名前も聞かなかったくせに、結婚の約束までしたんだ。それぐらい、俺は彼女が好きだった。だけど親に見つかって、二度とその公園に行かないように言われて、監視までつけられた。何度かそれを巻いて、公園に行ったことはある。だけど彼女はいなかった。その後偶然、親が彼女を遠くの町に引っ越しさせたことを知った。多分、俺の子会社かどこかに勤めていたんだろうな。それから俺は全部諦めた。親が決めた人と友達になり、親が決めた女性と結婚する。そんな人生を受け入れた。実際社長霊則だと言わなければ、誰も近寄ってこないから、仲良くなることもない。楽だったよ。いつの間にか自分は拳を固く握っていたらしい。そのことに気づいたのは、アリスさんがそんな俺の手を優しく包んでくれたからだった。そんな悲しいこと言わないでほしい。秋元さんの人生は、秋元さん自身のもの。欲しいものがあるなら、手を伸ばしていいんだよ。私が秋元さんをこうやって捕まえているみたいに。俺の手を握ったまま、アリスさんは歯を見せて笑う。知らずと涙が落ちた。ねえ、まずは私から始めてみない？ちょっとずつでいいから、私のことを知ってほしい。その上で、私と一緒にいたいかどうか考えてくれたらいいから、あなた自身の心で。胸が詰まって声が出なかったから、何度かうなずいて彼女の言葉に答えた。そのまま彼女と連絡先を交換した。スマホの画面に浮かぶ日高アリスという名前を見るだけで口元が緩んでしまう。こんな心地になるのは久しぶりだった。その次の出勤日、いつも通り早くに来て掃除を済ませたところで、紀藤が出社してきた。紀藤、さ、俺が社長の息子だってことを、他の人には黙っておいてくれないか。バレたら面倒だし。もちろん。最初から言うつもりはありません。社長の息子だかなんだか知りませんけど、先輩が仕事のできない高卒上がりだっていうことは変わりませんし。紀藤の言葉はいつも以上にトゲが多かった。まあ何にせよ、秘密にしてくれるということだからありがたい。連絡先を交換してから、俺とアリスは定期的に一緒に出かけた。いわゆるデートというやつだ。俺には縁がないと思っていたから、毎回どんな服を着ていけば彼女の隣に立つにふさわしいか、どんなところに連れて行けば彼女は喜ぶだろうかと頭を悩ませている。が、いつも当日になればそんな悩みは吹き飛んでしまう。俺がどんな格好でも、どんなところに連れて行っても、彼女はとても楽しそうだからだ。そんな彼女に、俺はすっかり心を奪われていた。10回目のデートの日、俺はアリスに告白しようと決めた。だからプランも、いつも以上に念入りに練った。回数をこなしたデートの中で、彼女の反応が最も良かった服、場所、食事を選ぶ。アリスは俺に好意を抱いている。それは、彼女の今までの言動を見れば明らかだと思っていた。だから俺はこの告白を必ず彼女が受け入れてくれるものだと信じて疑わなかった。デートの行き先は植物園にした。植物園ではあるが動物もいて両方が楽しめる。
3回目のデートで行った花畑と7回目の動物園での彼女の反応を見て、ここは絶対に気に入るだろうと思った。ああ、見て見てイサオ。カピバラだよ。本物初めて見た。案の定、アリスは上機嫌だった。全力ではしゃぐ彼女に自然と頬が緩む。ドクターフィッシュのいるプールに足をつけて、こそばゆいねと笑い合ったり、日本では見ることのできない熱帯の植物をしげしげと観察したりと、彼女と楽しいひとときを過ごした。お昼は植物園に併設されている店でサンドイッチを買い、飲食 OK の外のスペースで食べた。ピクニックみたいだね。私こういうの好き。そう彼女は喜んでくれた。たっぷりと植物園を楽しんだ俺たちは夕食も一緒に食べた。もちろん夜景を楽しめるアリスが喜びそうなレストランを選んだ。今日はすっごく楽しかった。今までのデートも楽しかったけど、今日が一番かも。それはよかった。満月が照らす帰り道、足取りが軽いアリスの様子に、俺はそっと安堵の息を漏らす。それから腹をくくる。アリス、聞いてほしいことがある。彼女は足を止めて、こちらを振り向き、小さく首をかしげた。その愛らしい仕草に鼓動が速くなる。アリスが好きだ。俺と付き合ってくれないか。彼女は目を丸くした。と思えば、その目はすぐに細くなり、口は弧を描く。それは、無別の表情だった。私は嫌いよ。あなたのこと。突然の表変ぶりに、背中に冷や水を流されたかのような気持ちになる。嫌い。嘘だ。だって君は、俺と仲良くしたいって。演技に決まっているでしょ。そんなこともわからないなんて。本当に他人に興味がないのね。そんな男が私を好き？は、笑っちゃうわ。心臓がバクバクと音を立てて、冷や汗が流れる。彼女は口角を上げたまま、俺に一歩近づいてきた。なんでこんなことをしたのか、わからないって顔をしてるわね。いいわ、教えてあげる。秋元勲、あなたに復讐するためよ。復讐？覚えていないでしょうけど、私とあなたは同じ高校に通っていたの。私はあなたに恋心を募らせていたから告白した。だけど振られた。みんなが見ている前で、君のような平凡な女が、俺と釣り合うと思ったのかって言われた。アリスの言う通り、記憶は一切なかった。高校の頃は、社長令族であることが知られていたから、毎週のように誰かが俺に告白してきた。それがどんな人だったかなんて、いちいち覚えていない。ただ、二度と近寄ってこないように、手ひどい言葉をかけたのは覚えている。振るにしても、ひどいと思った。だから私は復讐を誓ったの。あなたにも、私と同じ思いを味合わせてやろうと思ってね。そのためにメイク、美容、ダイエット、おしゃれ、立ち居振る舞いを徹底的に磨き上げた。勉強も運動も、人よりも抜きんでないと、あなたの視界にも入れないと思って頑張った。それでも最後はあなたの心次第だったから、そこだけが懸念点だったけど。成功してよかった。なんてすがすがしいんだろ。恍惚とした笑みを浮かべるアリスに、心が焼けつくように痛む。だけど、彼女を責める資格が俺にはないと、彼女の話を聞いて痛感した。高校の時の俺の態度、謝罪させてもらう。ごめん。今更謝ったってもう遅い。この心の傷は、そんなものじゃ言えないんだから。そうだろうな。俺も今、同じ傷をつけられた。自分から他人と関わることなんて、とっくに諦めていたと思っていたのに、全然違った。こんなにも深く傷がつくほどに、俺はアリスのことを愛していたんだな。アリスが眉間にシワを寄せて、俺を睨んだ。心の傷がズキズキと痛む。こんな気持ちは、自分から他人と関わることを諦めた時以来だった。彼女の釣り目がちで幼さの残る顔に、ますます痛みが強くなる。ありがとう、アリス。俺に、まだ人間らしい感情が残っていることを教えてくれて。君を好きになって本当によかったよ。皮肉なんて言っても無駄よ。キビスを返したアリスは
そのまま夜の闇の中に溶け込んでいった。彼女の姿が完全に見えなくなった後、俺は声を上げずに泣いた。涙がこんなにも熱いことを初めて知った。いくら泣けども心は痛いままだった。だけど、この傷をつけた彼女を俺は憎むことができそうにない。丸い月だけがそんな俺をじっと見ていた。アリスに振られてから一月が経過した頃、彼女が勤めている会社と合同で新商品を作るプロジェクトが立ち上げられた。そのプロジェクトにアリスが参加していると知り、俺は辞退した。反対に、積極的だったのはキトーだ。合コンの日にはっきりと振られていたような気がするが、まだ諦めていないのかと少し驚いた。だけど、あの時のアリスは俺への復讐心しかなかった。それが晴れた今なら、キトーのアプローチを受け入れるかもしれない。キトーは余計な一言や偏見がたまに傷だが、エリートであることは確かだ。彼とならアリスだって。そこまで考えて、心が鈍い痛みを発した。俺はこの痛みを一生抱えて生きていかなければならない。それが俺にできる彼女への贖罪だった。合同プロジェクトは順調に進んでいるようだった。海外客をターゲットにした商品になるらしい。キト、今日は海外会社との会議の日だな。頑張れよ。確か、白井カンパニーからは日高さんが来るんだったか。はい。日高さんは外国語は喋れないと言っていたので、海外留学の経験のある俺が主導してみせます。夏目部長の激励を受けたキトーは、鼻高々といった様子で会社を出発した。俺はいつものように部署内での細々とした業務をこなしていた。すると、部長から声がかかる。秋元、悪いがこの資料をキトーのところに届けてくれないか？今日使う資料なのに、俺が渡し忘れていて。俺がですか？今手が空いているのが君しかいないんだ。頼む。部長にそう言われては断れない。アリスに会うかもしれないという気まずさはあったが、キトーだけを呼び出して渡せば問題ないだろう。部長から会議の場所を聞いて、早速足を走らせる。その道中のカフェで、キトーの姿を発見した。周囲を確認したが、アリスはいない様子だった。そのことに安堵したのもつかの間、どうしてキトーがこんなところにいるのかという疑問が頭をもたげる。会議はあと10分で始まる。ここから会場へは走れば間に合うぐらいだろう。店に入り、連れがいるからと店員に断って、キトーの元へ向かう。彼は、俺に気づくと、ゲッと声を上げた。そばに置いてあるカップには、コーヒーがなみなみと注がれている。部長から、今日使う資料を渡し忘れたから届けてほしいと頼まれたんだ。ああ、そうですか。ありがとうございます。貼り付けたような笑顔でキトーは手を差し出した。しかし俺は、そこに資料を置くことはしなかった。お前、こんなところで何をやっている？早く行かないと会議に間に合わないぞ。ああ、ちょっと気分が悪くなっちゃって。そこに店員さんが現れ、生クリームと果物がふんだんに盛られたパンケーキを置いていった。俺はキトーを睨む。ほう、こんなにクリームたっぷりのパンケーキは食べられるくせに、気分が悪いのか？ああ、甘いものを食べたら元気になるんですよ、俺は。それに、大丈夫ですよ。アリスちゃんがいますから。日高さんは外国語が喋れないと、さっき会社で言ってただろう。思わず大声が出た。キトーはひるんだ様子だったが、その場を動く気配はない。時計を見れば、会議がもう始まる刻限になっていた。俺は身白ぎ一つしないキトーに背を向けて、全速力で会場へと向かった。エレベーターが来るのを待つのも煩わしく、非常階段を駆け上がり、やっとアリスのいる会議室へ到着した。会議開始時刻はとっくに過ぎている。部屋の外からでもわかるぐらいに、中は騒がしかった。英語だけでなく、中国語やドイツ語などの言葉が飛び交っている。みんな、アリスを罵っているようだった。呼吸を整えて、俺はノックしてから扉を開いた。外国語でわめく顧客たちの中心に、真っ青な顔で、今にも泣きそうなアリスがいた。俺は彼らの興奮を抑えるよう、努めて平静を装う。遅くなって申し訳ございません。私は
株式会社ランブの秋元勲と申します。担当の紀藤が急に体調不良となりこちらに向かうことができず、急遽私が駆けつけました。それぞれの言語でそう伝えると、遅れている理由がわかり、納得してくれたらしく、アリスに詰め寄っていた顧客たちは、それぞれの席に戻っていく。彼女は胸をなで下ろした後、困惑した様子で俺を見る。俺に任せて。そう言うと、アリスはおとなしくうなずいた。結果的に会議は大成功だった。会議が終わった後、顧客たちはみんな満足した様子で、いい商品だ。購入を前向きに検討するよ。というような内容を、それぞれの母国語で口々に伝えてくれた。その一人一人に、俺は同じ言語で感謝の言葉を返す。すべての顧客を見送った後、アリスがその場にヘナヘナと崩れた。はあ、よかった。無事に終わって、最初はどうなるかと。お疲れ様。サポートありがとう。このプロジェクトには全く関わってなかったから、君がいなかったらお手上げだったよ。アリスは口を噛んでうつむいた。するとそこに、大慌ての様子で、紀藤が駆け込んできた。どういうことですか、先輩。今さっき顧客たちに会いましたが、みんな満足した様子でした。しかも、3カ国語をすべて流暢に喋れる人材がいるとは思わなかったとまで言われましたけど、まさか先輩が、そのまさかだよ。そんなことはありえないです。高卒の先輩がトリリンガルだなんて。紀藤の言葉に、俺は深く息を吐く。いい加減、学歴で人を判断するのはやめた方がいいぞ。紀藤。俺は確かに高卒だが、それは日本の学校ではの話だ。は？俺はお前みたいに肩書きで人を判断する人間に辟易していたんだ。だから、俺のことを誰も知らない海外の大学に入学して卒業した。会社ではその学歴を伏せているだけだ。そんな。それよりも、日高さんにこんなに迷惑をかけて、この件はどう落とし前をつけるつもりだ。油汗を流す紀藤に、俺は冷たい目を向ける。彼ははがみすると、アリスさんを指さした。そいつが全ての元凶なんです。この女、合コンの時に俺を振ったでしょ？エリートであるこの俺が目をかけてやったっていうのに、それが許せなかったんです。だから絶対に復讐してやろうと決意しました。そんな折にこの合同プロジェクト、渡りに船だと思いましたよ。今日の会議は、こちらから出向くのが俺と彼女だけ。他は外国語しか喋れない顧客ばかり。俺が体調不良と偽ってドタキャンすれば、外国語を喋れない彼女は窮地に陥る。その結果、プロジェクトは頓挫。すべての責任は彼女が負うっていう寸法だったんですよ。それなのに、先輩さえ来なければ、俺の復讐は完璧に成功していたのに。紀藤！一喝すると、紀藤はびっくりと肩を震わせた。そんな彼に近づいて、優しく肩をつかむ。憎しみにとらわれるな。市場を仕事に持ち込むんじゃない。お前は会社から期待を寄せられているエリートだろ。こんなことでみんなからの信用を失ったらどうするんだ。今まで築き上げてきたお前のエリート街道が水の泡になってしまうぞ。そんなのはもったいないじゃないか。顔を青くした紀藤はガクリと肩を落とした。俺は怒りのあまりアリスちゃんに復讐すること以外考えられなくなっていたみたいです。止めてくださってありがとうございます、先輩。この責任は俺がきちんと取ります。何を言っている。商談は成功した。お前は途中で体調を崩してしまったから俺に代わりを頼んだ。そうだろ。ポンポンと紀藤の肩を叩けば、彼はハッとしたような表情で俺を見た。俺はアリスを見る。日高さん、紀藤が申し訳ないことをした。今後はこんなことはしないと約束する。だから、今回のことは不問にしてくれないだろうか。紀藤くんは途中で体調を崩して秋元さんに代わりを任せた。急なことだったから秋元さんの到着が遅れた。それだけですよね。真面目な顔つきでアリスがそう言ってくれた。紀藤がその場に膝をつき、すみませんでしたとアリスに謝罪する。なんとか一件落着したようで、ふーと息が漏れた。
紀藤と共に会社に戻ろうとしたけれど、アリスに、秋元さんは残ってくれますかと言われたので、紀藤だけを返した。会議室の使用時間はもう終わりだから、外に行きましょう。スタスタと歩くアリスの後を黙ってついていく。彼女が足を止めたのは公園だった。見覚えがあるなと首をかしげてから、合コンがあった日にアリスと話をしたところだと気がつく。それにこの公園、あの時は夜だから気づかなかったけど、アリスはベンチに腰をかけた。ちらりとこちらを伺う目が座って欲しそうにしていたから、隣に腰を下ろす。彼女は膝の上で両手を握りしめていた。やがて意を決したかのような顔で俺を見上げる。今日は本当にありがとう。あなたが来てくれなかったら、私は紀藤くんの言った通りになっていた。だけど、どうして助けてくれたの？あのまま放っておけば、あなたから私への復讐だって成功したはずよ。アリスには俺が君に復讐したいと思っているように見えるのか？だって、それぐらいひどいことをしたわ、私。うつむいたアリスの手は小さく震えていた。胸が小さく痛む。そうだな。確かに俺は君に傷つけられたよ。だけど、そうされても俺は君のことを憎めない。君がつけたこの傷ですら愛おしいほどに君のことを愛しているから。アリスが目を見開いた。そんな彼女に俺は小さく笑いかける。この公園で前に話したことを覚えているか？俺が他人と関わることをやめたきっかけになった小学生の頃に会った女の子の話をしただろう。あれは君だ。君は俺の話を聞いた時にすぐ分かったんじゃないのか？俺を振る時にあの時の少女は自分だと言えば俺はもっと傷ついた。だけど君は言わなかった。それは君が優しいからだ。つり目がちな彼女の目から涙がこぼれ落ちた。違う。私は優しくなんかない。うちの家はお父さんがいなくて、学校から家に帰ってもお母さんは仕事でいないから、寂しさを紛らわすために公園にいたの。そこであなたに出会った。大きくなったら結婚しようって言われたの嬉しかった。だけど、ある日からあなたは来なくなった。それからすぐにお母さんの仕事の都合で別の町に引っ越すことになった。だけど、あなたのことをどうしても諦めきれなくて、高校は元いた町にあるところを選んだ。そしたら、偶然あなたも通っていて、これは運命なんだって舞い上がって、そのままの勢いで告白したの。それで振られて、私はあなたへの逆恨みを始めた。彼女は再び両手を強く握りしめる。そう。復讐だなんて言ったけど、ただの逆恨みだったのよ。こんなの。本当に私が優しい人なら、あなたを恨むことなんてしなかった。あなたの事情も知らないで、勝手にあなたのことを薄情者だと断定してしまった。私が全部悪いの。泣きじゃくるアリスをそっと抱き寄せると、彼女は俺の胸に頬を寄せてさらに泣いた。アリス、自分のことを責めないでくれ。俺だって告白してきた相手のことをよく見もせずに、俺が社長霊則だからってすり寄ってくるやつだと判断していた。俺の思い込みのせいで君を傷つけたんだ。本当にごめん。彼女は俺の背中に腕を回してすがりつくように強く抱きしめてきた。俺は彼女の頭を撫でる。これからは自分勝手な思い込みで人を判断しないようにする。君を傷つけることはもう二度としないと誓う。その上で君を傷つけようとするすべてのものから君を守りたい。だからアリス、俺の愛を受け取ってくれないか。そう告白すると、アリスは泣き晴らした赤い目で俺を見上げた。そして、微笑んでうなずくと、俺の唇に自分のそれを寄せてきた。晴れて、アリスの恋人となってから数日が経ったある日、家に帰ると、父から書斎に来いと呼び出しを食らった。いよいよ来たかと、覚悟を決めた。日高アリスという女性と交際しているようだな。はい。やめておきなさい。彼女は我が家とは釣り合わないと昔言ったはずだが。そうですね。昔はそれで諦めました。だけど、彼女と再会して、
気がつきました。俺は彼女が好きです。もう彼女を手放したくありません。それが危険なんだ。一時の感情に流されて結婚して、失敗したらどうするんだ？どうもしません。それもまた俺が選んだ人生だったと思うだけです。諦めて手放して、一生後悔するよりは、そっちの方がいい。それに、アリスへのこの気持ちは、一時の恋じゃありません。小学生の頃から続いている愛です。これでもダメだというのであれば、感動してくれても構いません。父との睨み合いが続いた。先に折れたのは、父だった。その目は、本気のようだな。お前が俺に逆らうのは初めてだったから、驚いた。まだまだ、俺が守ってやらねばならない子供だと思い込んでいたが、いつの間にかこんなに大きくなっていたんだな。父は、深く息を吐いた。それから、再び俺を見る。今度、彼女を我が家に連れてきなさい。艦隊を約束しよう。はい、ありがとうございます。思わず破顔した俺に釣られたのか、父も小さく笑った。父にも交際を認められ、すっきりとした俺は、自分が社長の息子であることを公言した。そして、今までのらりくらりと避けていた仕事に正面から取り組むことにした。秋元先輩、コピーなら俺が取ってきますよ。今度の会議の参加者に渡す資料をコピーしてこようと腰を上げると、紀藤がそう言って手を差し出してきた。彼はあれ以降心を入れ替えたようで、学歴がどうのということがなくなり、誰に対しても真っ当に対応している。俺への尊敬の眼差しが強くなっているのがたまに傷だが。いや、コピーぐらい自分で取るさ。いえ、ちょうど自分もコピーするものがあるので、ついでです。それに先輩は案件を複数抱えていて忙しいでしょ。そうだけど、まさかちゃんと仕事に取り組み始めた途端に、こんなに任されるなんて、思ってもみなかったな。そりゃ先輩の仕事は早くて丁寧で、火の打ちどころがありませんからね。みんな、社長の息子としてじゃなくて、仕事のできる人として先輩を頼りにしてるんですよ。紀藤の言う通りだった。社長の息子だからと寄ってくる人ばかりだという思い込みを取っ払ってみれば、みんながみんなそうではないことにやっと気がついた。俺のことを一人の社員として正当に評価してくれる人は思っていたよりも多い。それに今日はアリスちゃんとのデートの日でしょ。残業なんてことになったらかわいそうじゃありませんか。紀藤、どうしてそれを。一目瞭然ですよ。服装がいつもよりおしゃれだし、いつもより時計を確認する回数が多いですよ。茶目っ気たっぷりな笑顔で返されて、思わず頭を抱えてしまった。そんなにわかりやすかったとは。だけど、今日ばかりは仕方ないじゃないか。と、俺は心の中で一人ごちた。きっちり定時に仕事を終わらせた俺は、アリスとの待ち合わせ場所に直行した。待ち合わせをしているのは、アリスに俺の愛を受け取ってもらった場所であり、合コンの後でアリスと話をした場所であり、彼女と初めて出会った。思い出深い公園だ。アリスはもう来ていた。いつものベンチでぼんやりしていたかと思うと、俺を見つけてパッと顔をほころばせる。お待たせ。私もさっき来たばかりだから、それよりお腹空いてない？そう言って、彼女が差し出してきたのは弁当箱。中にはおにぎりやハンバーグ、ほうれん草の和え物などが詰められている。美味しそうだな。食べてもいい？もちろん。そのために作ってきたんだから。ベンチの上に弁当箱を広げて、二人でつつき合った。笑顔の彼女を見て、お腹だけではなく、心までもが幸福に満たされていく。すべて食べ終わり、アリスは弁当箱をカバンの中にしまった。それから、俺たちは手をつないで月を見上げる。イサオとデートでいろんなところに行ったけど、やっぱりこの公園が一番かな。こうやってイサオの隣にいるだけで、私は幸せだもん。俺もそうだよ。だけど、俺はもっとアリスと一緒にいたい。カバンから手のひらサイズの箱を取り出した。そこから宝石のついた指輪を取り出して、彼女の薬指に通す。20年も待たせてごめん。俺と結婚してほしい。ずっと待ってた。
少し涙を浮かべながらも、彼女は花が咲き誇ったかのように笑った。俺は自分勝手な思い込みで人を判断してきた。だけどそのせいで視野が狭くなっていた。思い込みを取り去れば、俺を一人の社会人として正当に評価してくれる人がたくさんいることを知った。そのことを教えてくれた最愛の人を、俺は二度と誰にも傷つけさせない。これが俺の選んだ人生だ。